今回はライズハイブリッド、試乗して感じた加速感、減速感、燃費など取り上げていきます。システムは完全に新しいダイハツのハイブリッドで e スマートと呼ばれています。エンジンも新しい3気筒の 1200cc ということです。このエンジンを発電用に使用してモーターで駆動。今までのライズで弱点だった燃費性能、これの大幅な向上が期待できます。動画は燃費を見ながら3つのパターンで試しながらライズハイブリッドで感じる印象などを述べています。ライズハイブリッドの燃費を見てきます。今回はね、定めたコースを一周していきます。でその中でパターンは3つ。行きをノーマルモードプラススマートペダルをオフにして走ります。で途中のパターン2は山道区間をそのまま走ります。で最後戻りのパターン3はエコモードプラススマートペダルをオンにして燃費をねなるべく伸ばすように走って戻ってきます。で今回の条件は、大人2人が乗車していて空調は完全にオフです。で一つご了承いただきたい点がございまして、この車ねまだ走行距離、オドメーター200キロぐらいで新しいので、もう少し走ってねあちこち馴染んできた車よりは若干ねこう燃費が悪くなっちゃう可能性があります。ではそんな感じで行ってきます。途中経過1回目です。現在のところ、一般道をねノーマルモードで、時速60キロぐらいで走ってきました。で距離は 16.2 キロで燃費は 25.5 キロが表示されています。じゃあこれで準備してね次の山道区間に向かいます。途中経過2回目です。ここまでのところ下り坂メインでね山道を走ってきました。でここからは上り坂が多くなる区間です。で今の燃費は 7.2 キロ走ったところで36キロが出てますね。やっぱり下り多かったので今ここまではいいです。でここ走りながらねちょっとこの新しいハイブリッドシステムの加速に関する部分とハンドリングについてねちょっと述べさせてください。まずね加速です。加速はアクセル踏んで、少し 0.5 秒後ぐらい置いたところでぐっと加速をしてね、そこからはじわーっとこう100キロぐらいまでじわーっと伸びていくような感じです。でやっぱりね、他のハイブリッドみたいにそれに合わせてエンジン音がね高まるような仕組みになっています。ちょうど CVT でね高回転使ってるような感じで結構エンジンっぽさがあるって言ったらいいのかな。踏んでアクセル操作に応じてエンジンがグワングワンと言ってくれるんですよね。こういったあたりやっぱダイハツの楽しさにつながる部分でしょうかね。でそれからハンドリングは今までの 1000cc ターボ FF からすると結構変わっています。4駆からしても変わっていますね。これね自分が今まですごい好みの車で動画でもねこういった走り心地乗り味楽しいよってこうねお伝えさせていただきましたが、それがね良くも悪くも変化しています。いい方向に言うと洗練されたといった感じです。楽に安心して他のこと考えながらもしくは適当に走っててもね車がビシッとねこう走ってくれるような感覚です。その辺具体的には、中立から打角切った先までねこうその打角をキープしようとする力がものすごく強いですね。こういったあたりからそれを感じます。でこれを楽しさという方向からしてみると車との対話ですとか、車らしいそれを操っている感っていうのがね少しこうなくなって薄くなってますかね。ごめんなさい、少しじゃなくて結構ね薄くなってますかね。あとねこういうコーナーの途中で路面のつなぎ目なんかがあるとそこでねこうタイヤと路面のグリップ感の変化なんかというのがねこうハンドルの重さ手応えの変化でこう伝わってきたりするんですけれども、そこいったあたりもねちょっとねこう、感じにくくなってますね。
この辺やっぱり洗練されたっていうのかな。昔から車って長所短所が強くて味が強かったものがだんだんとね弱点を埋めるように進化をしてきて底上げされて進化してきたんだと思っています。これもね同じようにねどなたでも簡単に滑らかに運転できるように進化したという部分ではやっぱりね洗練で新しくなったと感じますし、でそれがねマイナーチェンジでもう 0.5 世代分じゃなくてね1世代分進化しちゃったなんていうのがね、このハイブリッドで大きく変わった乗り味とかその加速減速ハンドリング、全て含めてね1世代分新しくなったようなねそういった感じを受けています。じゃあこれでね、次の中継地点まで向かいます。途中経過です。さあ現在は山道区間を走ってきまして、走ったのは 14.3 キロで燃費は 28.1 キロが表示されています。結構ねちょっと喋りながらね運転雑になっちゃった部分も含めてねなかなかいい燃費だったと思います。じゃあこれで準備して、最後の第3区間は、エコモードプラススマートペダルモードにしてどれぐらい燃費を伸ばせるかというのをね主眼を置きながら走っていきたいと思います。またあと合わせてね今度はちょっと、このハイブリッドシステムでね思う点なんか思った点などを述べさせてください。それでは行ってきます。さあ途中経過3回目です。現在の区間は、60キロ走行を基本にエコモードで燃費を伸ばすように走ってきました。で現在ね 11.7 キロ走って、燃費は42キロが表示されています。なんかね予想以上にね燃費伸びちゃってねちょっとテンション上がっています。でこういうところ走ってるよという紹介と一緒にねちょっと今度はこの新しいハイブリッドシステムについて一言述べさせてください。まずねこれ、名前は e スマートだったかな、そういう固有名称が付けられていたと思います。後ろにはねプリウスと同じようなねハイブリッドシステムってエンブレムが貼ってあるんですけどね。でこれ燃費すごいのはねもう今走ってても分かりますし、燃費最優先かなといったところでちょっとまずはじゃあ質感から触れてみます。質感はそうですね、まずバッテリーの搭載量が若干少ないのかなと感じるようなねところがありまして、具体的にはこれ信号待ちですとかアイドリング自車が停止中でもエンジン結構ね問答無用でかかっちゃう、速度が低い時もしくは停止中ほどエンジンの存在が目立ちますので、これが若干質感に影響を与えるかなと感じています。であとあれですね、停止中と始動中の差なんですけれども、まずねこれは音的にはそんなに大きくはないです。というのもねやっぱ車自体が少し下からのねゴロゴロとした音が大きいのというのがありますし、どっちかっていうとエンジン始動的になるのは振動です。例えばねこのハンドル軽く触れてるとエンジンかかった時の振動なんかがね結構気になります。であとアクセルペダルですね、ペダルに伝わってくる振動が結構あります。であと続いては、スマートペダルと名付けられたアクセルペダル離した時のね減速力が強まる機能についてねちょっと述べています。これまずスイッチは独立してオンオフが可能です。運転席の右下あたりのスイッチで切り替えができます。でそれからこれドライブモードとも組み合わせで制限がありまして、エコモードはスマートペダルオンの時のみ機能します。でちょっと整理しますと、ドライブモードはノーマルとエコがありまして、ノーマルはスマートペダルのオフとオンが選べます。でエコモードはスマートペダルオンの時のみ選べます。なので都合3種類ですかね。今ちょっとね今の段階で自分が把握している中ですとこの3つのねドライブモードが選べる感じです。で感覚はですね、先日試乗したアクアの快感ペダルと比較すると結構ねスマートペダルの減速力強いように感じます。でもどちらかというとほんの少しねアクアよりまだ
荒削りかなと感じるところがなくはないです。でそれがですね、まずノーマルモード、スマートペダルオフの時にアクセルペダルを減速しても、減速してるよくらいのね感じを伝えてきます。CVT より減速力強いと言った方がいいですかね。でアクセルペダルを緩めた瞬間にわずかにねフロントをちょこんと頭を下げるんですね。でこれがコクっていう感覚、気にならない方も多いと思いますし、それぐらいの感覚なんですけれども、気にするとね結構丁寧に扱わなきゃなと意識させられるポイントですね。ダイレクト感とも言えます。でスマートペダルオンの時の話で、これで言うと、時速メーター読みで10キロぐらいでクリープにつながるんですけれども、そこまでの可動特性、時速15キロぐらいまで減速力強くて、そこからクリープで前に行く力につながっていくところの可動特性なんですけれども、これがちょっとねアクアの方が洗練されていて、こっちはもうちょっと改良してくれたら嬉しいかなぐらいの感覚でつながっていきます。とはいってもね自分は文句多いので気になりますけれども、普通は気にならないぐらいの完成度なんでしょうかね。こんな感じでね印象を述べさせていただきました。ではこのまま走ってゴールに向かいます。さあゴールです。さあ現在の区間は 16.2 キロ走ってきて 38.9 キロが表示されています。これはいい燃費ですよね。正確に言うと自分の予想を超えてくれたことですごいいい燃費だと思いますし、あとねこの車でもおもちゃでも趣味にもうあと何でしょうかね、車でも趣味でも女の子でも何でもそうですけれども、予想を裏切ってくれるというのはねテンション上がっちゃいますよね。で走ってきて思うのはライズのね 1000cc ターボ、あれと比較した場合に 1000cc ターボで15キロから20キロの間出してて、こっちだと 1.5 倍から2倍ぐらいのね燃費で走れたみたいな感覚ですね。で 1000cc ターボ、あれそのシステム自体がね燃費悪いとかではなくて、ターボらしいエンジンとその苦手なところをね補うように元気のいい CVT で、ちょっとね燃費走行がやりにくかったかなみたいなね印象が残ってますので、トータルで見たらねだいぶ燃費良くなっていると思います。じゃあちょっとねこれねメーター映しますね。これライズの液晶メーターです。そんなにね機能自体は多くないんですけれども、液晶部大きくてねいろいろ見やすい作りしてますよね。グラフィカルですしね。上から瞬間燃費、平均燃費、あとエネルギーモニターの類が表示されています。でこれで切り替えますと、まずこれがねエネルギーモニター、走っているとね、タイヤに電気を送るか充電してるかみたいのがね表示されます。で次これアナログの時計だと思います。これねちょっと芸が細かいんですね。右上に4月の23と出てるのが分かりますでしょうか。これ日付だと思うんですけれども、ここを見ててくださいね。こっちのモードは、時間がデジタル表示されているんですね。でこっちに切り替えると、アナログの時計と日付に切り替わります。あとねここで設定の画面、ここはみんな日本語表記でねいろいろ設定ができます。じゃあこれでね、集計等に進みます。ということでライズの新しいハイブリッドシステム、渋滞中と高速は走ってないので、そこはわからないのですが、今回はこのような数値になりました。夜間の開けた交通状況での燃費は自分的には十分と思えました。前情報だとね結構あれこれ言われてたのを目にしていたので、それからすると予想以上でした。やっぱりね後出しでライバルより明確に劣るものを出してくるとは考えにくいですからね。で走行の区間には撮影していなかった下りはペースよく下って、撮影していた上りはゆっくり走行でした。どうしてもね車が揺れやすいんで撮影優勢のペースで走りました。それもあっての高燃費となっています。なお区間 14.3 キロ中信号は8キロくらいと条件もいいです。でライズの大きな魅力は燃費以外と申しますか、
内装とかボディ見切りとかそのあたりだと思ってまして、上のクラスに遠慮しなくていいというのもね、少しはあるんでしょうかね。次回は総合的な市場レポートをアップする予定です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画をアップしてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。